こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、完全初心者のためにですね、不動産投資を一から勉強しよう。そういった方に向けてですね、わかりやすい、投資の講座を作っていきたいと思って解説していきます。僕自身ですね、不動産投資を2014年からずっと5年以上やってきていまして、今までにですね、いろんなマンションとかアパートとか、一棟ものですね、5棟ぐらい買ってきました。そういった経験を踏まえてですね、初心者がどういう風な勉強をしないといけないのか解説していきたいと思います。シリーズでやっていこうと思うんで、ぜひですね、最後まで見ていただいて、そもそもね、不動産投資どういうものなのを分かりやすくですね、投資家の目線で解説していきたいと思います。で、今日はですね、不動産投資とはとかですね、メリット何なのとか、とりあえず焦って買うのやめようとかですね。あとどうやって勉強するのがいいのか、そういった全体の概要をですね、解説していこうと思います。で、不動産投資って聞くとね、どんなイメージありますかね。僕見て、怪しいと思う人結構多いんですけども、怪しそうだとかですね、怖いとかですね、難しそうとか、いろんなイメージあると思うんですね。ちょっと怖いなとかね。それはね、結構あっていて、意外とね、怖いイメージはあるとは思います。で、投資と思ってやると失敗するんですよね。なので投資じゃなくて賃貸経営だと思ってやると意外とうまくいったりとかするので、一旦ね、お金出せば儲かる。そんな甘い世界ではないですと。ただしっかりあればお金が儲かる。そういうビジネスとなっています。じゃあ不動産投資ですね。どうやってお金もらえるのか、どうやって儲けるのか。それね、非常にシンプルなんですよね。どういった仕組みかっていうと、まずですね、銀行からお金を借りれます。これがね、すごい重要で、投資っていうのもビジネスとして見てるから銀行お金を貸してくれるんですよね。例えばね、株やりたいから金貸してって言ってもですね、まず銀行は投資に対してお金出さないので、事業に対して経営としてですね、そこに対しては融資してくれるんですよね。なので、そこはね、不動産投資のすごいメリットの一つです。なので銀行からですね、まずお金を借りることができると。で、その借りたお金で、例えばマンションとかですね、一棟購入することができます。で、そこから、入居者さんからですね、お金をもらうと、家賃をもらうと。今、賃貸で住まわれる方であったら、大家さんにですね、お金払ったりとかされてると思うんですけども、そうやってですね、家賃収入が手に入ると。例えば、30万円ね、もらえるとします、家賃を。で、その家賃からですね、例えば銀行に返済しますとかですね、あと管理費を払いますとかですね、あとリフォームの修繕費を払いますとか、いろいろ税金払うよとか、そういうのが例えば月20万ぐらいあったとしますと、そうした場合、30万円収入があって、20万円ですね、お金が、出ていくってことなので、残りはこれキャッシュフローって言うんですけども、10万円残りますと。これがね、すごい不動産投資のメリットなんですよね。何を言ってるかっていうと、お金なくて銀行からお金借りて家賃がもらえて、しかもそれで全部払ってですね、しかも10万円残ると。さらに銀行には返済が進んでいってるんで、最後物件は残るっていうところで、これいいとこずくめなんですよね。なので、不動産投資の魅力としてはですね、ちゃんとやればむちゃくちゃ面白いです。なので、まずはですね、もう一回銀行からお金借りれるっていうのは、不動産投資ならではで、他はね、なかなか借りられないと思います。で、もう昔からあるビジネスなので安定してますよね。ずっと前から不動産賃貸業ってあるので、大家さん歴、何十年の方もいらっしゃいますし、ここ最近サラリーマンの方がね、増えているので、僕みたいな新しい人がどんどん増えてるんですけども、それ前からあるんでですね、外注化できるんですよね。管理を管理会社さんにお願いするとか、リフォームをリフォーム会社さんにお願いするとかですね、税金は税理士さんにお願いするとか、忙しいサラリーマンでもうまくですね、仕組みを知っていればですね、時間をですね、減らして外注化することができたりします。あと家賃って意外と下がらないんですよね。安定してて。ちょっとね、リーマンショックみたいなのあってみんな派遣切りみたいなのあってみんなバーンと派遣さんが出てた工場の周りとか、大学が撤退したよとか言ってその周りとかですね、その需要と供給大きく崩れる場合は、ものすごい家賃下がるんですけども、そんなにね、家賃って下がらないんですよね。なので比較的ね、予想できるんで安定してですね、経営ができると。一部ね、新築建てまくるような会社があったりとかするんで、そういったところに巻き込まれると、ちょっと家賃下落したりするんで、注意が必要なんですけども。で、最後はですね、売却しても利益が出るんですよね。で、その二つね、その家賃が入るというのはインカムゲインとか言ったりして、お金が入ってくると、あと売却して儲かるのをキャピタルゲインとか言ったりするんで、不動産投資でインカムを取れるし、キャピタルも狙える、両方狙えるっていうすごい面白いビジネスですと。で、プロはですね、比較的失敗しにくいですね。知ってる人が、ちゃんと吟味してやれば、そんな負けにくい業界であるんで、あんまりはめられて破産したみたいな話は、ほぼないですね、投資家。その個人の不動産投資家の人は。なので、ここはですね、すごい計画が立てれて、すごい安定した事業だと思います。
で、一方、最後デメリットなんですけれども、やっぱね、現金が必要だったりとかするので、銀行からお金借りたりとかするには、やっぱある程度現金がどうしてもないとね、いけないので、初期はね、結構融資受けるためにはお金があった方が有利っていうのはあります。50万円ぐらいのボロ屋買って直す人とかいろんな人いるんですけども、やっぱ現金あった方が有利な方は、間違いないですと。あとはですね、難易度が高いんですよね。やっぱいろんな知識、その不動産の知識であったり、賃貸経営の知識であったり、リフォームの知識であったり、土地とか建物の知識が必要だったり、税金の知識が必要だったりとかですね、いろんな知識が必要なんですよね。なので、ちょっとね、難しいと思います、初心者は。ただいいこと面は何かっていうと、難しいからこそ儲かるんですよね。これね、よく覚えた方がいいです。誰にでもできるものは儲からないですからね。間違いなく。みんな楽して儲かるみたいな話あるんですけども、再現性高く誰でも儲かりますみたいなのは、やっぱすぐね、みんなバッと100人、1000人、1万人、10万人入ってきて儲からなくなるんで、その難しいけど、ちゃんとあればできるっていうところはね、すごい重要なんですね。それはメリットでもあるのかもなと僕は思ってるんですけども。で、あと金額が大きいっていうのがあって、本当ね、1億とかね、数億円の融資受けたりとかするんで、本当にそれ大丈夫かみたいなね、やっぱ心配な面がありますね。で、それでもし失敗したりとかすると、やっぱその借金がすごい出てしまって、自己破産、最悪自己破産すればいいですけども、自己破産したりとか、そういった恐れはありますね。失敗した時の影響はね、金額がでかいだけあってでかいですと。あと、詐欺師みたいなのがですね、かなりいっぱいいて、この物件買えば儲かりますよとか、過去ね、去年もすごいいろんな人はめられてましたけれども、特にサラリーマン、お金持ってるサラリーマンが、医者とかですね、はめられやすいですね。っていうので、結構ね、素人がなんかもうお金出して楽に儲かる不労所得だみたいな来ると、もうまんまとはめられるっていう結構怖い世界ですね。そこはね、ほんと注意した方がよくって、この YouTube でもすごい昔から解説してるんですけども、ほんとね、不動産投資、できる人とできない人の差がほんと天と地ほども分かれてくる。結構シビアな業界です。なので、とりあえずですね、本当初心者の人はですね、まずこういう文言言われたらまだ疑った方がいいですね。不労所得が築けますとか、保険の代わりになるとか、節税になるとかですね、将来の年金になりますとかね、そういう風にして、なんか不安を煽って、ぜひ買いましょうと、これ買えばもうバラ色の未来がとかね、そういう風に言うともうコロッと騙されてしまいますと。特にやっぱ焦って買わないことが結構重要なので、やっぱ不動産の価値って分かりにくいので、だからこそはめられるんですよね。例えばね、本当に缶ジュースであればね、140円ぐらいで売られてたりとか、例えば缶ジュース50円で売られたら安いなとか、そういうの分かると思うんですけども、不動産の価格って分からないんですよね。このマンションが2000万ですよとか、例えばこのマンションが1棟1億ですよって言われて安いかどうかってわからないんですよ。それが1億5000なのか、本来の価値が。それが5000万なのかってわからないんですよね。なので、本来5000万の価値のやつを1億円出して買っちゃうよみたいなケースがよくあるんですよね。なので、そういうのをはめてくる奴らがいるんで気をつけて、よくね、人気の物件なのですぐなくなりますよとかですね、もう今後絶対出ないお客様限定のいい商品ですとかね、そういう風にあの手この手で限定性を歌ってきたりとかして、売ろうとしてくるので、本当ね、勉強する前はやっぱ買わない方がいいですね。これしつこく言ってるんですけども、わからなきゃ買わなければいいと。買って不幸になった人はむちゃくちゃたくさん見てるんで、でも物件はやっぱりいくらでも出てくるし、やっぱ急いで買わなきゃって気はあるかもしれないんですけども、間違いないです。いくらでも出てきます、物件は今後。なので焦って買う必要は全然ないと思ってますね。で、不動産投資でやっぱ人生変わった人っていうのは結構いっぱいいて、これはすごい魅力の一つなんですよね。例えば、やっぱサラリーマンがですね、ずっとサラリーマンから不動産投資始めて、例えばね、家賃年収1億超える人とかですね、そういう人いっぱいいますし、自由な時間過ごしてる人も結構多いですね。自由な、勝手にね、いろんな仕組み化ができれば、そんなに働かなくても自動でできたりとかするので、そういう気づけてる人はいっぱいいますね。やっぱ楽な道ではないんですけど、やっぱ成功してる人は、自分で考えて、自分のこの困難な道を切り開いてる人が多くて、常にね、極東船長さんって方が20数年不動産投資やられてておっしゃってましたけども、楽に変えたって時期はないって言ってたので、ずっとどの時期も、この瞬間はね、不動産はやっぱいくつだってもやっぱ高くて手の届きにくいものなんですよね。ただ振り返ってみるとあの時買ったら安かったなってのはあるっていうふうにおっしゃってたんですけども、なのでどの時代も楽ではないですね。あの頃は良かったなとかね、言う人結構いいですけども、そういう時代ではないですね。
ただ成功してる人はやっぱたくさんいるし、カモになってる人もいるので、よく勉強してる人とですね、差がつきやすいですね。なのでよく勉強しましょうっていうことで、僕はもう、一頭すぐ買うのはあんま進めてないので、買う気になればいくらでも買えるとは思うので、買って失敗しないっていう方がね、やり直しね、ゲームでね、うまくいかなかったらリセットボタンを押してもう一回やり直すみたいなね、ゲームでリセマラみたいなことできないので、本当ね、気をつけた方がいいですね。じゃあ、どうやって勉強するのがいいのかっていうのを解説すると、まずね、本を読むとか、いろんなおすすめの本とか後で紹介しますんで、あとブログを読んだりとかですね。あとYouTube で勉強するとか、僕の動画とか他の方とかでも全然いいんですけども、あと応援の会に入ったりとかね、よく聞かれるんですけど、いい会を紹介してくださいとかあるんですけども、ちょっと紹介は僕からはできないので、自分で見て入ってもらえばいいかなと思います。物件を売りつけてくるような会とか、結構お金が高いような会とかはですね、最初は別に入る必要ないのかなと思ったりしています。僕自身ね、かなり高い会に入ったりとかしているので、一概に悪いとは全然言えないんですけども、それが判断つかないのに入るのはどうかなと思います。なのでよく気をつけた方がいいですね。判断できるまで入ってもいいと思いますね。ちょいちょい僕によく聞かれるんですけども、この会入っても大丈夫でしょうかとか、聞くぐらいだったらね、判断できないならやめときなさいっていうぐらいしか言えないですね。では、不動産の本は、僕ブログで不動産投資読むべき本っていうのを紹介してるんで、これね、詳細欄貼っとくんで見てみてください。かなりね、見てくださってる方多いので、もうすでに買ってる方いらっしゃるかもしれないですけども、本当ね、自分がいろんな僕の不動産投資家の友達の人がむっちゃ本出しまくってるんで、なかなかね、紹介しにくいんですけども、もう本当忖度なしに、もう全部ゼロから考えて、もうこの本がいいよっていうのを紹介してるんで、ぜひね、見てください。結構ね、本出してる人いっぱいいるんだ、友達に。なかなか難しいですけども。あとこれも詳細欄貼っとくんで、ブログでですね、不動産投資の講座ってやってるんで、文章で読みたい人はこうやって見るといいと思いますし、本当ね、いろんなジャンル、例えば不動産投資の始め方とかですね、購入後のこととか、本当ね、むちゃくちゃ、このサイトにバーッともう全部網羅的に書いてあるんで、それ全部目通していただければ、ほぼ網羅できると思います。あとこの講座どんどん作っていくんで、それでですね、講座としてやるんで、これを見ていただいて、不動産投資の講座って、ちょっと前も作ってたんですけども、ほんと1年以上前にクオリティ低いので、もう一回ですね、ちょっとやり直そうかなと思って、さらにやります。あとLINE アットでですね、不動産投資のチェックリストをやってるんで、詳細欄からよかったら見てみてください。あとメルマガでですね、不動産投資の僕自身が1棟目どうやって買ったとか、ボロ物件買ってどうやって直したとか、体験談、これメルマガにしかない情報を流してるんで、これね、ぜひ登録してみるといいと思います。そんな勉強方法をしながらですね、これからどういう内容がいいかっていうと、一応自分自身考えてみると、やっぱまずは、不動産投資の価値の算出ですね。不動産見て、これ高いか安いか、どうやって判断するのっていうのが結構重要なので、その価値の算出方法とか、収益計算ですね。それ儲かんのどうとかですね、わからないといけないし、あと入居者つけれるかどうかとかですね、その辺もわからないといけないし、あと銀行から融資を受ける方法とかですね。あと入居とかリフォームとか買った後管理とかどうするかとか、あと税金とか決算書とかですね。そういうのとか、初歩レベルですね。基礎入門編。あと投資の投資方法とか戦略とかを解説して、一通りですね、簡単な方法をやっていこうかなと思ってます。なので一通り勉強してですね、役に立つ情報をちょっと発信していきたいと思います。で、不動産はですね、不動産投資って名前ついてるんですけど、投資じゃないんでビジネスなので、これ利回り何倍以上だと買いですかとかね、そういうもんじゃないんですよね。例えばアパートがいいですかとか、戸建てがいいですかとか、ワンルームマンションはダメですかとか、いろいろ聞かれるんですけども、やっぱこれも投資なので、ビジネスなんですよね。いわば、総合的に判断するんですよね。例えばよく聞かれる、イメージでカレー屋さんは儲かりますかとかね、いや、ラーメン屋さんの方がいいですかとか、そういうレベルのね、低レベルって言うとあれなんですけど、本当そのレベルの質問になっちゃうんですよね。なので、別に例えばラーメン屋さん儲かるかっていうと、儲かるラーメン屋もあるし、儲からないラーメン屋もあるし、立地をどこにするかとか、何ラーメンにするかとか、顧客をどの層をターゲットにするかとか、価格いくらにするかとか、いろんな要素ありますよね。すべてひっくるめてラーメン屋儲かりますかって言葉は言えないように、カレー屋もね、このカレーのスパイス何風にするのかとか、いろんな要素があるので、そういうのと一緒で、アパートは儲かりますかとかね、それと同じレベルなんですよね。だから利回りが何パーとか、立地がどうだからとか、そういうもんではなくって、もう総合的に全部考えて、儲かればやるし、儲からなきゃやらないっていう、その判断なんですね。それをやっぱ自分で出せるようになるっていうのがすごい重要だと思います。ってことで、この講座なんですけども、不動産投資の概要としてはですね、やっぱ銀行からお金借りれるっていうので、すごいですね、
いいビジネスで、手元にお金が残るし、レバレッジもかけるし、安定できてますと。やっぱ投資でなくて経営なので、しつこいんですけれども、本当に経営者として、総合的に判断してですね、儲かるっていう、こういうふうに考えれるようになるぐらいまで、勉強した方がいいと思ってます。で、とにかく焦っては買わなくて、しっかりですね、勉強して、そういうことはすごい重要で、経験者にとってはすごい、間違いのないようなビジネスだと思うので、ぜひですね、これでよく勉強して、せめて僕自身もね、不動産投資でかなり儲けることができて、今もですね、安定的に収益を生んでいるのでですね、そうやって、自分自身も不動産投資で大きく買われたので、そういう役立つ情報ですね、YouTube とかで発信して、クソ物件を買わずにですね、そういう失敗する人を減らしたいな、そう思ってですね、YouTube ずっとやってきてますので、ぜひですね、最後までいろんな動画見ていただければなと思います。で、詳細欄にブログとか LINE アットメルマガ YouTube 講座が貼ってるんで、ぜひ見てください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。このチャンネルはですね、不動産投資とか、株式投資とか役立つ情報を発信していってるんで、もし役に立ったらぜひですね、チャンネル登録をお願いします。あとはTwitter とかもやってますんで、役立つ情報を発信してるんで、ぜひフォローお願いします。それではどうもありがとうございました。